ティグラノデジョンです。今回ナビ VS バタングレジェンドというわけでね、バタングのメンバーですね。なんとここにね、びっくりするメンバーがいました。日本人2人いましたね。今回の対戦はね、45分の試合ではなく30分で、時間が決まってないんですよ。交互に攻めるみたいなルールがないので、交互にね、そういう感じで見ていきたいと思います。バタング先行って手で見ていきましょうか。対戦相手、チンプイですね。チチンがいます。51天才。さあ、ウッドランチャー型かなゴーレム使って、キングクイーンでサイドカットやりつつ、イーグル砲の方のところ入っていくような形でやっていくイメージですね。アップデ前と変わらず、強そうなところをやっていった感じですね。この、迫撃砲がね、2本あるっていうところ、シューター対策用だとは思うんですけど、こういったところってこういうキングがね、入りやすい。入り込んでも、火力的にも低いので、差し込みやすいってところですよね。ウッドランチャーで多くのマルチ IT をケアしていきつつ、逆サイド折れないマルチ IT を天才で追って、イーグルの方はクイーンで割りつつ、ウッドランチャーがマルチ、ロイヤルチャンピオンも上から来て、これで全てのマルチ IT をケアできるというようなプランニング。これ強いですね。かなり強いです。ロイヤルチャンピオンブーメランハマっていって、クイーンの方もブロック残したまんまぐるぐる回ってますね。ストライカーから打ってほしいけど、もう1体は残ったので、ここ速攻のクロック。で中心部はイエティが入っていって、モノリスとかまでされちゃうね。いや、強いな。これめちゃくちゃ強い。さあ、下からラバル混ぜていきつつ、イエティがこれはモノリスまで降り切りましたね。新レベルイエティというところもあって、イエティボムもだいぶ強い。さあ、ドラゴンライダーを流して、ビズトンの方へ。フリーズかけていきつつ、速射 AT のところをもう一回追加で出していきますね。タウンホール、ここは、フリーズかけてからのトームヘイスト。これがラストヘイストになりましたね。さあ、ラバハウンド、9時からもう一体追加で出しつつ、さあ追加でどんどんバルーンを出していって、スケルトンウィズとか12時置く。さすがにバルーン余裕だったけど展開していきましたね。クイーン処理の方にここはスケルトンとストライカーを差し込むような形で取っていって、バルーンの方がね、足りるので、時間の方は大丈夫だったってことかな、これで。さあ、圧倒的全開。そもそものプランがめちゃくちゃ良かったので、これマルチ IT ね、タウンホール反対側がね、すっからかんになりましたね。さあ、今、赤バクによってパピーも全部、あんなに広い範囲で潰されるんです。さあ、回収まで行っての前回ガーサス。CWL チャンピオンズウォーリーグっていうね、やつのラダーだったみたいですね。バタングの方がね、活動をまた始めたっていうところも朗報ですよね。一時期解散してね、活動やめちゃってました。さあ、森尾さん食い開ばれ、バルーン30体とかなり多めの編成です。さあ、突撃艦刺していって、クイーン置いてというところ、モノリスのところまで降りればいいというような突撃艦ですかね。さあ、援軍連れてこれで、モノリスの方まで降りて、ヒーラー追加。ここはストライカーから撃ってくれるので、非常にいい。めっちゃいい当たり方してる。3時の方もアーチャーカット入れて、キングとか後々使ってくるのかも。シンプルに削りたいだけかもしれない。9時とか12時全部置いてるんで、無料で取れるとこを先に折っておこうっていう形かな。この白大砲を切って、テックバルーン刺してって感じかな。このキャンプでちょっと時間作んなきゃいけない。キャンプ1、2大砲対空なので、そうですね。ここバルーン厚めに当てて、ヒーラーのいい方のいいレイジ。ヒーラー守っていきました。さあ、なるほど。そのウォールブレーカーうまいな。イーグルの方向へまずは進めつつ、投石残してキングロイちゃんとかを流していく。それとも、ここまで何も出さないなら使わなそうだな、ここまた。ロイちゃん単品かな。まだ出さない。ってなると、キングは上側に。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここから出てきましたね。さあ、ラバルパートと合流していくような流れで、スタートしていきました。なんか、ディガホグみたいなスタートになりましたね。キング。
クイラバっぽくないキングの使い方ですね。これはどういう役割になってくるのか。クイーンはさすがに黒くですね。ポイズンターンを受けたので、これ相手のクイーンと重なりつつ、広めに一気のトーム。タウンポイズンっていうよりはユニットで押していくための、これはトームをかけて、タウンホールまで取れたので、裏からバルーンを重ねて、前もね、タスマック EA として世界大会予選で出てた時、取ってた前回もこんな感じでしたね。タウンホール取る係のバルーンと、タウンホール後のね、施設を削るバルーンっていうのを2つに分けてやっていく形。タウンポイズンでね、タウンホール取る係のバルーンは全部落ちちゃってもいいので、手元の方にね、残しておいて、残った施設を削り取るバルーンの方にヘイストバルーンをかけて突破させるっていうやり方ですね。さあ、ナイス全開。バーサス。さあ、インビンシブル LG さん。GS とかにもね、参加してた韓国の方ですね。さあ、61天才は真ん中モノリスおでん像というところ。ウッドランチャー型かな多分。さっきのアタックもね、チチンがそういう攻めやってましたが、同じような感じで。キングクイーン、ベビドラ展開だけ行いつつ、ウッドランチャー添えて、このマルチ IT はウッドランチャーでっていうところですね。天才やる上でモノリスを折ることを選択。最近なんかこういう攻めで、ここの配置マルチを折って逆サイドの方、スーサイドでやろうとしてた人は対戦できな。さあ、ランチャーこれ強いよ。しっかりマルチインフェルノのところまで降り切れましたね。さあ、道もできてタウン起動もできている。さあ、キングの、おっとスーパードラゴン防衛援軍出てきたぞ。これスーパードラゴンポイズンだけじゃ処理できないので、この処理ワンチャンちょっとめんどくさい説が。フェニックスが触ってくれるかな。ポイズンの乗ったスーパードラゴンをフェニックスが触っていますが、サタンホールもフリーズ重ねつつ、さあ、レイジからのこれはトーム合わせてタウンホール突破。さあ、マルチ IT はね、ロイヤルチャンピオンで落としたいようなプランニングだったんですけど、上側の防衛説たちの方にね、膨らんでしまったところ、さあ、ストライカーの方もね、キングの勝利でだいぶ時間がかかって、ロイヤルチャンピオンのところまで届いてません。ようやくここで合流して、クイーンか。クイーンのところまでストライカー届きましたが、マルチインフェルノが残っていく。さあ、ここで、オウルが生き残って、投石までは突破ができましたが、この HP でマルチインフェルノを削れるかというところ。さあ、マルチインフェルノ残ってしまったところ、これは突破はできなそうですかね。突破できないとなると、残ったユニットたちで。そもそも下側、このアーチャータワーすら突破できなかったですね。惜しい、97%。ちょっとアーチャーがね、削るとるだけなので。これはタスクキルしたな、多分ね。自分で切った方が時間は短くなるんですけど。さあ、97%。だいぶ惜しいアタックになりましたね、これも。ナイスアタックです。さあ、クラウス、スーパーホグ編成結構やってますね。通常のクイヒーホグよりもスーパーホグを入れることの方がね、なんか増えてる感じありますね。やっぱり強いと思うんだよな。役割としてもね、分担ができてますよね。通常のホグとスーパーホグの役割っていうところ。さあ、結構、スッと投げてって、突イエティの方はモノリスオール役割だったと思うんですけど、伸びず。伸びなかったのでレイジを使ってって感じかな。届けばレイジがいらないぐらいの火力であったんですが、折り切れましたね。ストライカーも添えつつ。テスラの方も全部拾えましたね。これはウォールブレーカーをまだ使わずって感じかな。ジャンプか。ジャンプで。ジャンプ強いね。いいジャンプになりそう。スーパーホグの方は3時から飛んでくるかな。初手の投石と、ロイヤルチャンピオン処理のところを一気のトームで押していきつつ、外周部のこういうね、離れた単体施設のところをホグライダーで刈り取っていくっていう形になりますね。キングはずーっと外周部削りって、クイヒーラバルのような感じになってますね。この編成の強いところがなんかディガホグのようにも使えるし、こういうクイラバのようにも使えるし、なんか、クイヒールートによって合わせれるユニットかなって思いますね、スーパーホグ。さあ、一気の初手レイジトームで、このね、初手レイジトームがね、強いんですよね。いろんなユニットで
このレイジトームで押して初手ストライカーと投石区画を突破するっていう戦術ありますが、スーパーホグはかなりそれが向いてる戦術だと思いますね。ただ伸びが良すぎてダウンフォールのところ、クイーンが降り切る前に合流しちゃいました。それによって溶けていきますが、通常のホグライダーがこうして外周部まだまだ動いていって、ロイヤルチャンピオンの延命によってクロスボウまでは降り切りました。キングの方もこれはフリーズマジンかけたいね。ストライカー合流させつつ、ホグがここ外周部削って合流していって、この使い分けうまいね。通常ホグとシンプルなスーパーホグとね、通常ホグの使い分けうまいっすね。これ強い。対戦相手見てください。コマくんですね。クイヒーライドラー。花火の方でね、対戦一時期入ってたんですが、おそらく脱退という形になってて、バタングの方に加入したみたいですね。イエティサイドカットからのクイヒースタート。対空砲を追ってからヒーラースタートしたい感じですね。さあ、出していきます。クイヒーライドラー。かなり火力も高くなってくるところ、リターンとかも特に積んでないので、この辺はクイーンのコントロールが大事ですが、よく出てしまう。これ内側入っていいルートなのかな。なんか外から合流したそうな雰囲気だけど内側入りましたね。これはそれでって感じかな。さあ、レイジター戻り。レイジこっちも行くんだけど、ちょっとスケルトン打つために打つのはコスパが悪いので、インビジブルか。そうですね。ヤスイパーがこういう向きで吹いてるんですが、ここは、対空砲を降りに来ました。キングを上から刺していく。こういう入り方がきつくなるので、フリーズレイジで、耐えろクイーンという形。もう一回フリーズ。これは気合入ってますね。クイーンは絶対延命したいというところで、対地クロスから降りきれませんでした。ちょっと苦しい展開にはなってますが、ここからライドラパートで挽回していきたいところ、6時ボマー。ボマーポコポコいきつつ、ロイヤルチャンピオンをフィストに合わせて使っていって、ライドラ入っていきます。さあ、安いうざいですね。フリーズをどこに打つかですが、これレイジトーム打っていきますね。さあ、安いっぱこれで折れたので、下側のライドラとか、ボマーも削られないような形に入りつつ、さあ、フリーズポイズンをまだ残してます。スケルトの呪文使ってモノリスのターゲット取ってるのうまい。ライドラパートが強いな、これ。さあ、モノリスまではただ伸びなかったですね。ここでフリーズ。モノリス触りに行ったね、ライドラもね、いたんですけど、ポイズン、スケルトンがね、切れてしまったので。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメラン入っていって、クランジョーまでは潰せてるので、もしロイちゃんがここを突破できれば。さあ、ライダーがこれ。リクスケ来ないで。さあ、ドラゴンライダーモノリス触りましたが、さあ、ロイヤルチャンピオン見つかっちゃった。バルーン届くか、これは。バルーンが、これは届いていきそうかな。これ、モノリス届きまして、バルーン、ジャストで折れていく。あとは、原型の施設がなくなってるので、スニゴムも防衛説を殴りつつ、かなりギリギリでしたが、コマくんもフルス相手にしっかり全開を取っていきました。チンプイとコマくんとね、日本人プレイヤーが2人入ってました。さあ、ガククイヒラバレ。バタングみたいなね、ここで、昔強かったけど、最近なくなっちゃってたけどね。ちょっとメンバーだいぶ変わっちゃってるんで、昔ながらのバタングって感じでも一切ないんですけど、こういったクランがまた良くなって名前挙げてくれると嬉しいですよね。さあ、ベビドラサイドカットからの投石区画にクイーンを入れて、ボールブレーカーはここに1枚のみですね。ビッグパート、これウォーデン使わないのかなっていうのもヒーローペットがオールだからっていう理由なんですけど。クイヒーがこれで合流できるのでそれでいいって感じかな。コントロールさあ、援軍は、なんとか耐えれそう。ポイズンタワーの、あれでちょっとヒーラーも削られちゃった。これ入らないといい。さあ、穴だけとりあえず。もう一回打ってほしいんですけど、もう一回。
穴は開きませんでしたが、ダメージはだいぶ張っているところ。アイゴレのフリーズがね、ウッドランチャー、こういうとこ強いですね。クイヒールートはだいぶ強いし、ロイヤルチャンピオンもキングを盾にだいぶ進めてますね。ただ、タウンホール残ってしまっても、ウォーデンつけれるラバルがね、交流できるんで、ここは一旦インビジブルでヒーラーを守るような意味合いですね。ただ、上のマルチの方は触れないので、ここフリーズ一発入れたいところ。ナイスフリーズ。さあクイーンの方は、ロイヤルチャンピオン触ってヒーラーも早く、ですら持って、インビジブルタワーが帰ってきちゃう。帰ってくる前に降りたかったけど、フリーズかけて、これはもう帰ってきてない間に降れたね。こういうところ、あれ変わるよな。インビジブルタワーもね、戻ってくる時間が長くなりましたからね、すべての呪文タワー。再稼働までの時間が増えたので、まあこういうところ戻ってきづらくなったと。前まで戻りすぎてたよな、これ。さあ、バルーン大量残していってナイス全開で。いいアタック、本当に続きますね。対戦時間がね、45分と30分で結構差があって、ファーストアタックがね、15分あるので、いつもよりプランニング時間が長くなるんですよね。さあ、PSH。PSH になってる、ちゃんと。昔ね、PSH って名前でね、ホグラッシュを入らせたバタングのホグラッシャーが PSH なんですけど。さあ、4-1かな？呪文タワーを折る天才が入ってから、シューターを置いて、一時期ね、PSW って名前になんか微妙に名前変えて活動してたんですけど、PSH に名前を戻してのクイヒースーパードラゴン。戦術的には普通の、これはタウンホールの方からスーパードラゴンぶっ込んでいくのかな？ポイズンタワーとレイジタワーを落として。そういう感じになりそうですね。シューターのサイドカットとクイヒーのサイドカットと、リターンの呪文の代わりに天才を使ってというところですが、かなり綺麗に、昔からなんかね、ホグラッシュの時から、ドラゴン使いにね、姿を変えて、だいぶドラゴンうまい、なんか特殊な使い方をする攻めのね、ドラゴン攻めに、なんかすごい丁寧にね、ドラ攻めする人になってました。さあ、マルチインフェルノのところまでスーパードラゴン届きまして、キングのサポートも素晴らしい。さあ、こういうところ新レベルのスーパードラゴン本当に強いですね。だいぶ奥まで伸びていく。投石の竹もスーパードラゴンが拾い続けてくれているので、これレイジに乗ってクランジョのところ、先に折れそう。強っ。クイーンが入る前に先に折れました。下からジャイアントとか、ロイヤルチャンピオンも差し込んで、スケルトンの呪文でここはカバー。ウォールブレーカーはないので、クイーンはもう一回ぐるっとしてくれるのを待つしかないですね。投石以外のところを上がすっからかんにしてくれています。クイーンは壁殴りにしました。いやー、クイヒースーパードラゴンも結構対戦で見るようになったんですけど、伸びが今までと圧倒的に違いますね。クイヒーライドラよりもなんかスーパードラゴンの方がユニットとしての活かし方っていうかユニットとしての強さを前面に出すような、クイヒーライドラよりも強いからスーパードラゴン採用しますみたいな作地が増えてる感じです。刺さるからっていうよりは、クイヒースーパードラゴンが強いからで採用されてるイメージ。さあ、これは、対地まで追ってほしい。降り切りました。レベルがね、まだ35なんで、40レベルだともうちょっとだけ伸びたかなって感じですが、クイヒーの方が生き残っていって、クロークでね、時間割を、壁割りをね、早めていった感じ。ポイズンがあるので、スケルトン出てきても大丈夫な感じですね。先打ち、しっかり出てきますね。こういうところ。先に打ってるので、最速でポイズン処理ができました。さあ、出てきてますが、たどり着く頃にはもうすべて壊れて全開です。ナイス全開。うま。今の4-1天才とかも結構先に折っちゃう感じするような、なんか無視してフリーズで封殺して、フォームでなんとかするみたいな考え方になっちゃいそうだけど、なんかそういうのしっかり折り切ってくるあたりが PSH っぽいなって感じ。どっちがいいのかわかんないけど。呪文的な余裕はあるので、スーパードラゴン編成だと。そういう、イレギュラーをなくすための、ポイズンターとかね、レイジターを消すためのって感じかな。カズマくん、スーパーホグとホグのラッシュ戦術、食い火でもなく、
またこれは面白いことやりに来ましたね。さあ、イエティの方で迫撃砲のターゲットを拾い続けることができているんですが、ここでようやくタゲがずれていく。さあ、モノリスの方はちょっと失敗しましたね。結構ね、食い火しながらスケルトンとかやって、それは成功してんのに、これを普通の状況で失敗するってなかなか珍しいですね。逆。食い火やってないとできないのかな。さあ、ここはキングを投石区画に入れつつ、クランジョの方は成功してるんでね、ここで援軍出てくることなく。モノリスだったらラッシュ系の戦術からすればなんとかなる感じかな。ちょっとテスラで嫌な動きしましたが、戻ってくれました。投石までは突破できましたね。さあ、ゴーレムタンクしてもらって、逆サイド、ベビードラ。こういうとこもね、アーチャータワー、ウィズトの置き方、弱点について、アーチャータワーから折れば、ウィズトの方が空の防衛説の火力で押せるので、ベビードラ1体でアーチャータワー、ウィズトを折り切れる。このベビードラいいですね。さあ、モノリスの射程が長すぎて、やっぱり折れなかったことを後悔しているか。クロークがタウンホールまで、これで届かせることができたので、折り切りましたね。で、ホグラッシュ。まずはスーパーホグのみを展開してますね。スーパーホグとロイヤルチャンピオン部隊をスタート。ここで一気のトームでイーグル砲を耐えていって、レイジまで置いていきます。あとは外周部のところをジャイアントと通常のホグで差し込んでいって、フリーズとヘイスト、ヒールがあるんでね。まずはここ火力の高いところ、ヒールでカバー。外周部、ここは結構凶爆とかも見えてきましたが、フリーズかけてこの対地クロスマルチ IT 突破していきたいところ、ストライカーも届きまして、クイーンの方。ただ、ライダーの方がね、クイーンに触ってますね。おー、これいいね。これ、ライダー強いね。落とされてしまったんですが、ノリックミーンがね、ここまで殴りに行きました。さあ、通常ホグもまだ6体残ってて、裏からホグ、ストライカーでキングをめっちゃぶん殴ってる。さあ、圧倒的ラッシュでしたね。ホグとスーパーホグのラッシュだったんですが、終わってみればナイス全開です。最終アタック、ラブアゲインさん、6-1天才のラバル。さあ、モノリスとポイズンタワー、エアスイーパーを折るような天才が入っていきまして、イエティからのスニゴブバルーン展開。いいですね、このバルーン。イズ島までお得に折り切って、迫撃アーチャータワーまでこれで折り切れますね。タイミングもいいので、バルーンの方でアーチャータワーまで折り切ってからのキング展開。サイドカット綺麗にできてますね。さあ、テスラが2本見えている。さあ、ウィズ島に対してベビドラ当てつつ、こういうところもね、バルーン2体よりもベビドラの方がやりやすくなりましたよね。ベビドラがレベルも上がってますし。さあ、ドリルここからスーサイドで混ぜていくのだいぶ新しい。さあ、これ、ドリルが対地クロスのところまで入って、穴も開けてくれますしね。さあ、火力を落としてくれつつ、マルチインフェルノとかその辺までドリルが差し込めるかどうか。さあ、穴も開けてくれて、ドリル潜っていったんですけど、ちょっと割れてしまう。タウンホールの方突破しまして、イエティとかもうちょいクイーンの方来てくれるとありがたいんだが、転載してね、せっかくタウンの裏の右側切ってるんでね、そっちに行ってほしくないんですけど、キング全然そっち行きますね。さあ、パピーというところ。これは、クロークもパピーに座れちゃう。さあ、ナイスクロークで、クイーン処理までは行きたい。フリーズかけて、クイーンの動きを止めて、マルチ IT まで折れましたね。素晴らしい。ならまあ、やりたいことはある程度できたかなって感じではありますが、3時からラバルを行っていきます。さあ、ロイヤルチャンピオン追加。なるほど。そうなんだね。クイーン処理できてるからロイちゃんからっていう、そういう考え方かな。さあ、ストライカーだいぶ角度つけて出していきましたね。さあ、ここかけてトーム。さあ、ロイヤルチャンピオンの方がマルチ IT を追ってくれたので、さあ、レイジかけてマルチイーグルエリア。ただ、フリーズをね、タウンホールのところで打ちまくったので、バルーンはここで落ちていきますね。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメランだけ飛ばしていきますが、ここで終了ですね。落ちきっていって、破壊率の方は結構落ち込んでいきそう。さあ、69からどこまで行くかというところ。さあ、70超えて、70ちょい。外周部に施設はも残っているので、飛ばせていきますが、今んとこね、どのアタックもね、
いいアタック多く、破壊率も高くなってきてるんでね、破壊率大事ですね。さあ、70ちょっと。これはいい防衛になりました。さあ、78% 防衛です。さあ、最終アタック、星3。おー、12発。61が被ってるところだと、対地かなさすがに。フェイク1枚で揺れるところなので、ここに打ってくるんじゃないかな。さあ、今まで通りのスタートを切りそうですね。突撃艦添えていって、バルーン添えてなんですけど、ちょっと投石機を向かわせたいところ。向かってくれましたね。追加のバルーンが。ストライカーもしっかり、クイーンの処理まで行いつつ、ポイズンリザード差し込んでることで出てきた援軍もね、ポイズンリザードが一緒に処理をしてくれて、ストライカーを処理してくれましたね。この突イエティでポイズンリザード型にするのはこういったところからですね。どうせとムツし。相手のヒーロー処理と援軍出てきたところでね、ストライカーで揺れるので。大丈夫か。大工もかかってないので、これは止めましたね。残り6発分ね、止めて、イーグル砲が発動しちゃうので、ここは、とりあえず必要な部分、右側だけ折って対地クロスからね、出ちゃうので、ここだけ折って、後でイーグル発動してから落とすって感じになりそうですかね。ライダーとか持ってきてるんで、どういう使い方になるのかですが、このルートだと、オールブレーカーで穴開けでここまで見てると思うので、宝石のケアとかにライダーを差し込む感じになってくるのかな。上側でライダーとかもありだし、そういう感じかな。対空だけタギ拾って。結局打ちましたね。イーグル砲の発動が確認取れてスタートしていきました。ウォールブレーカー。ちょっとクイーンの合流が遅れてますが、さらにポイズンタワーで遅らされていく。フィスト使ってストライカー、キングもボコボコにしていきつつ、ガーゴイルでサイドカット足していきます。さあ、ロイヤルチャンピオンとラバハウンド。リザードまで使って、マルチ IT 関係ないところでのラバルなので早めにスタートできる感じですね。呪文はフリーズ1枚なので、ここでフリーズ使って、投石までいけるかどうかですね、ロイヤルチャンピオン。そのために投石以外の防衛説を完全に削りに来てます。さあ、12時ライダーでしたね、これは。さあ、ライダー。これ、いいブーメランなので、対空砲の方まで掘り切りまして。さあ、中心部、入り込むことができるか。ロイヤルチャンピオン。モノリスからのターゲットは入ってしまって、リギーはこっちに戻ってきていきます。12時ライダーが強いですね。さあ、下側クイーン黒く打ちつつ、モノリス、バルーンは届いたけど、ここは、次だべ。よかった。ライダーが12時部隊を突破してくれるかどうか、だいぶでかいよ、この差。第1クロスが残って、ここで大工。大工のレベル上がってないよ、まだ。降りきれるか？それていったことでターゲットは外れないので、ライダーここで終了ですね。さあ、ここ、巨爆！キングがここ、フェニックス復活ですが、時間切れです。いやー、惜しかったですが、対戦自体はね、14対13でほぼほぼパーフェクト勝利に近いようなスコアでのね、圧倒的勝利になりました。バタングの方もね、コマくんとチンプイという日本人プレイヤー2人を入れて、久しぶりに対戦見ましたが、普通に強かったですね。日本人2人もね、いい展開で、素晴らしいアタックでしたね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いしましょう。そらっ